い、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は親に愛されなかった子供たちへというちょっとね刺激的なタイトルになりますけれども、そういった形でお話をさせてもらおうと思います。前回ねコンプレックスに関する動画をね上げましたけれども、すごく反響が大きくて、でやっぱりね親子関係によって何かそういうコンプレックスの根っこみたいなものがね、あるお友達が本当に多いなというのを感じました。で今日はねちょっとその辺に限定してお話をさせてもらおうと思うんだけれども、子供ってねやっぱりね親に愛されたいと思うものなんですよね。親に愛されたいと思うのが子供だって、親がね構ってくれなかったら子供って死んじゃうんだよね。親がお世話してくれなかったら子供って死んじゃうでしょ、ね、自分で生きていくことできないもんね、だから子供にとって親っていうのは物理的にもまた精神的にも非常に大きな存在、切っても切り離せない存在なんだよね。だからそうやって慕ってやまない、愛してやまない親から見放されてしまったり嫌われてしまったりという感覚っていうのは本当に子供の心に大きな大きな傷をつけるものなんですよね。で愛情の反対ってね怒りとか憎しみとかそういう負の感情じゃないんですよ。愛情の反対ってね無関心なんですよね。無関心っていうのはもういてもいなくてもいいような、もう存在自体がもう自分の意識にないようなね、どうでもいいような存在、それが無関心だからね。愛情と憎しみってなんかね全くポジティブな感情とネガティブな感情っていう差はあるけど、両方とも相手に対する執着心、自分にとって相手がすごく大きな存在であることには変わりないから、だから愛情がコロッと憎しみに変わるっていうこともあるしね、時には。だからほら別れ話のもつれでね、なんか相手のことをナイフで刺しちゃったっていう事件とか、あとはその元付き合ってた恋人がストーカーになっちゃったりっていうことだってあるでしょ。これはこの2つの感情って実は似てるんだよね。で親にあんまり愛されてない感情を持っている子の中には非行に走る子供もいますよね。なんか問題行動をして親を困らせるような子供も出てくるけども、こういった子っていうのもやっぱり背後にはねその親の愛情を求めている悲しい感情があったりするわけですよ。だから例えばそうだな、人によってはね、なんか自分のことを愛してくれない、自分に関心を向けてくれない親に対してなんか親が困るような行動をすることによってなんか無言の抗議をねしている子供も中にはいるでしょうね。なんで僕のこと愛してくれないの、なんで僕のこと見てくれないのね、それで親に対して抗議をする意味で親が嫌がるような問題行動をする子もいるだろうし、また他の意味においてはその無関心ね、さっき言ったその無関心よりはマシだから何かの反応を親から引き出したいね。もうね僕は愛されることを諦めました、もうね親が僕のことを愛してくれないっていうことは分かった、でもね無関心になられては困る、もう何でもいい、嫌われてもいいから僕のことを見てね、もうねどんな否定的な感情でもいいからとにかく僕に注意を払ってということで問題行動を起こす子もいるかもしれない。でこれは本人が気づいているかいないかは別として、やっぱりなんか親に関心を引いてほしいというなんか悲しい感情というのがこの行動の裏にはあるんだよね。だからもしねそういった非行行動に走っている子供さんを持っている親御さんがいらっしゃったとしたら、それをねなんかねその子たちの行動の裏には親の愛情を求めている、そういったものがあるんだっていうのを分かってあげてほしいと思います。でまたそういった非行行為に走る子もいる一方で、なんかねその親からあんまり愛情を注いでもらえないという状況をねそのまま素直に受け入れちゃう子もいるんだよね。でそういった子ってやっぱりねコンプレックスを抱えやすいんですよ。なんでかっていうと、なんで親が私のことを愛してくれないんだろう、なんで僕のことを愛してくれないんだろうっていうのをね、きっと僕に原因があるんだ、私に原因があるんだっていう形で原因を自分の中に求めちゃう。これなんでかっていうと親のことが好きなんだよね。親の愛情が欲しいわけで、自分は親のことを慕ってるわけだから、この慕ってる親を悪者にしたくないんだよね。あのお父さんお母さんは悪い人であるはずがない、だって僕好きだもん、私好きだもん、じゃあそんなに私が愛しているお父さんお母さんがなんで私のことを愛してくれないんだろう、それはお父さんお母さんが薄情だからじゃない、きっと私が悪いんだ、だからお父さんお母さんああやって怒ってるんだって
自分が悪者になることによってその親のことを守ろうとしてるわけ。わかる？すごいけなげで優しい子供なの。そういうけなげで優しい子供は親のことを責めたくないから、自分が悪者になることによって辻褄を合わせようとするんだよね。前にね、私のところに来たある男の子はね、この肩のところにね、やけどの跡があるんですよ。ね、このやけどの跡、それはね、お母さんがね、ちっちゃい頃に彼のね、腕にね、熱湯をかけたの。それで彼はここにやけどの跡が今も残ってる。でね、私はね、かわいそうにひどいねって私は言ったんだよ。そうしたらね、その子がね言ったんだよね。先生、お母さんのことを悪く言わないでください。僕にとってはたった一人のお母さんなんですって、そう言ったんだよね。でもうその話聞いた時たまらない気持ちになってね、親子の情ってこんなに熱いんだ、こんな思いをしながら、こんな思いをさせられながら彼はまだお母さんのことを愛しているんだってね、悲しいなと思ったし、切ないなと思ったし、でね、やっぱり親子の関係の問題っていうのはすごく難しいんだなってその時学びました。だからそういった形で親から愛されないということを自分のせいだという感じで受けちゃう子もいるんだよね。だけれども、もしこの動画を見ている中でそういった形で自分に対してね、何かこうコンプレックスを抱えている人がもしいたとしたらね、これなかなか根が深いよね。だって自分が悪者になることによってお母さんとお父さんを守っているのに、自分が悪くないって言ったらお父さんお母さんが悪者になっちゃうもんね。だから、コンプレックスから解放されたいと思う一方で、それが解放されちゃうとなんかまた違う問題が出てきてしまう。だから心の中でなんかそのコンプレックスをずっとこう抱きしめ続けちゃうっていうね、そういった人たちも中にはいるかもしれない。でもそれはね、やっぱり親御さんたちもね、君たちの親もまたかつては子供であったし、やっぱり自分の人生の中でいろいろとこうまだね、成長の過程にあるのかもしれないし、ね、完璧な人間というのは誰もいないから、親も子供も育っている過程だとしたらね、やっぱり親にも至らないところがあって当たり前なんですよ、ね。だからその親の持っている心の闇と自分の価値、そういったものをね、あんまりこうつなげて考えない方がいいね。ここは一旦切って、親の問題は親の問題、自分の問題は自分の問題っていう風に感じで区分けしていかないと、ちょっとねなかなか難しいかな、こういった問題っていうのはね。だから自分たちの価値というものはね、そういったものによって決定されることではないので、まずはそこの問題は一体断ち切って自分のね素晴らしさにね気づいていただきたいなと思います。何しろね、そうやって自分のことを責めてる子っていうのはそれだけ優しいんだよね。辛い思い、悲しい思いをさせられながら、そこに対して愛情、親を守りたいというのは愛情でしょ。それは無償の愛情だから、君たちは少なくともそういう愛情を持った心優しい人たちだっていうこと、それはねかけがえもない価値だと思うよ。だからまずはね、そういった自信をちゃんと自分の中にね持っててくださいね。で、親がね、その愛し方がわからない親っていうのもね中にはいてね、よくほら虐待を受けて、親から暴力を受けて育った子供がね、将来親になって同じことを自分の子供にしちゃうっていう話よく聞くでしょ。悲しいことにね、確かにこういったことって多いんだよね。でその一方で、親から殴られて嫌な思いをしたから私は絶対にそんなことはしないって、で自分の子供に対して絶対に暴力は振るわないっていう親もいるんだけれども、でも結果子供が育った後でなんか子供との人間関係がうまくいってなくて、結局なんか子供が自分を嫌ってどっか去っていっちゃった。一体ね、私は何を間違ったんだろう、こういうね疑問を持っている親御さんもいっぱいいるんだよね。でね、これなんでこんなことになるかっていうと、この子供は子供で親から愛されたっていうね実感を持ってないわけ。親に見放されたっていう感情を持ってるわけでね、この親っていうのはね、自分は殴られた、だから私はこれはしない、やっちゃいけないことは学んだんだよ、ね、でちゃんとその通りにやらなかった。だけれども同じようにその一方でやらなくちゃいけないこと、これを学んでないんだよね。愛し方を学んでないわけ。親から殴られたり蹴られたりしてギュって抱きしめられたこともないから、ね、いざ愛そうと思ってもそのお手本を見せてもらってないんだよ、だから自分の子供の愛し方というのが分からないという不器用な親御さんもいっぱいいらっしゃる。だからね、愛されなかったっていう感情を持っているお友達、
もしかしたらそのお父さんお母さんにも何かそういう心の闇があって、愛したくても愛し方が分からなかったり、君の心に届くような愛し方ができないような不器用な親もいるから、だからね、そこのところはもしかしたらその愛というのを感じてなかったかもしれないけど、そこにはかすかに愛のようなものがあったのかもしれないね。表現の得て増えてっていうのがあるもんね。でそれとね、あとこういった話があってね、ある私の知り合いの女性なんだけれども、この女性はちっちゃい頃にお父さんとお母さんが離婚されたのね。でこの離婚された理由というのは、お父さんが浮気をしたんだよ。他の女の人と深い関係になって、でそれが原因でお父さんとお母さんは別れてしまった。だから別れた当初、お母さんはお父さんのことをすごく恨んでた、ね、で娘さん2人はこのお母さんのところにもらわれていて、お母さんは女手一つでこの女性とその下の妹さん、この2人の娘を育てたんだよね。女手一つで2人の子供を育てるっていうのはなかなか大変だったと思う。そういうね余裕のない中で、このお母さんはこの上の女の子にすごく辛く当たったの。このね上の女の子ってすごく頭のいい子で、もうね子供なのにいち早く大人になって、子供時代というものをすっ飛ばしてね、すごく早熟に大人になったの。大人びた子供になったんだよね。それで妹の面倒もすごく見たし、お母さんがいない時はね、なんか料理を作ったりとかして家事のお手伝いもしてすごい頑張ったんだけど、でもこのお母さんは妹ばっかり可愛がって、このお姉ちゃんのことはあんまりね愛してあげなかったんだよね。でね、この子ってやっぱりコンプレックスを持っている。自分は親から愛されなかった、これ私は可愛げがない子供だったからだって、こういうような感じで理解しちゃってる。でね、話聞いてるとね、この女の子ってお父さんになんだよ、顔が。妹さんはお母さんになんだって。だけどこの上の女の子はお父さんにだったの。だからお母さんはね、この女の子の顔を見た時にお父さんのことを思い出すんだよね。かつてはねすごくラブラブな夫婦だった。だけれども、その愛してやまないお父さんに裏切られた、ね、愛情が大きければ大きいほど裏切られた時の心の傷も大きい。だからお父さんのことをすごく恨んでた。だからそのお父さんと生き写しの娘の顔を見ると、過去の暗い過去がすごく思い出されちゃうんだよね。裏切られた自分、愛する人を失った自分、それからなんだろうね、女性として愛する人をなんか知らない人に奪われた、わけのわかんない女の人に自分の愛する人が奪われたという敗北感もあったかもしれないね。だから自分のアイデンティティに関わる問題だったのかもしれない。そういうもろもろのお母さんの個人的な感情というものがあって、そういう未整理な部分が一番身近にいった愛すべき子供にこう、なんていうのかな、それが押し付けられちゃったっていうのかな。この子はね一心にそれを引き受けちゃったんだよね。お母さんの近くにいるから何の罪もないのに、その被害者になってしまった。でね、この子ってすごく頭のいい子で、そういうことでお母さんが自分に愛情を注いでくれないんだっていうことでちゃんと分かってんだよ。お母さんはかわいそうだってね。だからね、私お母さんのこと責められない。だってお母さんかわいそうだもんってね。でこの子ってまだこんなに辛い思いをさせられながらお母さんのことをかばおうとしてるの、ね、優しい子でしょ。だからさっきも言ったように、やっぱりその原因を自分に求めるわけだって。お母さんを悪者にしたくないからね。だったらこの愛されない原因っていうのを、じゃあこれ誰の責任ってなった時に自分の責任ってことになるんだよね。こういった形で彼女は自分の悪いところばっかりをこう探す、こういう考え方っていうものが定着しちゃった。だから私ね、彼女に言ったの。確かにね、お母さんはねいろんな意味で余裕がなかったのかもね。だからあなたに当たっちゃったのかもしれない。それはお母さんの心の闇だよね。でもそれはお母さんの問題であって君の問題じゃないんだよ、ね、お母さんはお母さんの問題、君は君の問題だから、その心の中にあってる自分に対するコンプレックスっていうのとお母さんとの関係っていうのは全く関係のない問題だよ。それはお母さんの心の闇、お母さんの心の不安定さが引き起こしたことだから、お母さんも何らかの被害者だったのかもしれない、でもそれは君の価値というものを減らすようなものでも何でもないんだからね、というような話をしたら、なんかね、その子の中ではそのお母さんに愛されなかったこととか過去の自分のこととかがすごく重くのしかかっていたんだけど、それがふっとね解けて楽になったって、その子が言ってくれたんですよ。だから何かね、こういう一言で何か自分の持っていた物語というものがふっと意味を変えて急に心が楽になったりするようなこともあるから、もし君たちが
何かそういう親子関係によって何らかの得体の知れないコンプレックスに縛られているとしたらね、何かのきっかけでそれがふっと晴れるようなこともあるから、繰り返しこういった動画の中でヒントを出していってね、なんとかそれがうまくみんなの心の中に響いてくれればいいなと思います。だから僕はこうした形でメッセージを発信し続けますからね。今日はこのテーマはこのぐらいで終わりますけれども、また次の動画を楽しみにしてくださいね。で、いろいろみんなの経験もここで教えてね。そしたらそれに動画の中でまた、答えていくので、だから次の動画を楽しみにしててください、ね。また会いましょう。さよなら。